今回は USC パウンド・フォー・パウンドにアレクサンダー・ボルカノフスキーの紹介をしたいと思います。アレクサンダー・ボルカノフスキー、MMA 戦績25勝2敗、USC 戦績12勝1敗、オーストラリア出身の34歳、現 USC フェザー級王者です。現在 UFC フェザー級王座を4度防衛中。試合をするたびに全局面で穴のなさを見せつけており、長期政権を感じさせている USC フェザー級絶対王者です。強烈なローキックとフック系のパンチから繰り出されるコンビネーション、そして強靭なフィジカルから繰り出される強力なテイクダウンからのグラウンド&パウンドを武器に、無尽蔵のスタミナから常に攻め続けるオールラウンダーです。ボルカノフスキーは幼少期からグレコローマンレスリングを始め、12歳で国内タイトルを獲得。しかし14歳でレスリングをやめ、ラグビーに転向。高校卒業後はセミプロラグビーリーグで活躍し、2010年にはリーグのベストプレイヤーを受賞。2011年にはチームの優勝に貢献し、最優秀選手に選ばれるなど、ラグビーで素晴らしい成績を収めました。ラグビーのオフシーズン中にコンディション管理のため MMA のトレーニングを始めたことがきっかけで MMA に熱中し、ラグビーをやめて格闘家になることを決意。2012年にプロ MMA デビュー。ラグビー時代は体重が97キロあったこともあり、アマチュアではミドル級で試合を行い、プロ転向後、ウェルター級、ライト級、フェザー級と徐々に階級を落とし、各階級様々な MMA 団体で計6つのベルトを獲得しました。2015年12月には PXC フェザー級タイトルマッチとして、現ライジンファイター、八千祐介選手と対戦。4ラウンド3角締めで一本勝ちを収め、PXC フェザー級王座獲得に成功しております。そして2016年11月、MMA13 勝1敗の成績で USC と契約しております。2016年11月、USC デビュー戦では、ライト級で粕谷祐介選手と対戦し、2ラウンドにテイクダウンからのパウンドで TKO 勝ち。2017年6月、ロードトゥ USC ジャパンで USC との契約を勝ち取った広田瑞人選手と対戦し、1ラウンドと2ラウンドにスタンドパンチでダウンを奪い、判定勝ち。2017年11月、シェーン・ヤングと対戦し、テイクダウンとパウンドで削って判定勝ち。2018年2月、当時 MMA 成績11勝0敗、ジェレミー・ケネディと対戦し、2ラウンドにテイクダウンからのパウンドと肘の連打で TKO 勝ち。2018年7月、当時ランキング10位、USC6 連勝中のダレン・エルキンスと対戦し、1ラウンドに右フックで2度のダウンを奪い判定勝ち。2018年12月、当時ランキング5位のチャド・メンデスと対戦し、2ラウンドに左フックでダウンを奪われたものの、すぐに立て直して右フックで2ラウンド TKO 勝ち。USC6 連勝を挙げ、2019年5月、当時ランキング1位で元 USC フェザー級絶対王者ジョゼアルドとの対戦が決定しました。ジョゼアルドは USC フェザー級初代王者。USC フェザー級創設時からフェザー級トップ選手を次々と一掃し、UFC と WEC のフェザー級王座を合わせて9度防衛。王座陥落するまで18連勝で10年間無敗の歴代パウンド・フォー・パウンド最強の有力候補にも挙げられていた絶対王者。ボルカノフスキーにとって USC フェザー級のレジェンドジョゼアルドは絶対に乗り越えなければならない壁でした。試合はスピーディーな打撃とクリンチの攻防で優位に立ち、終始アルドを完封し判定勝ち。USC フェザー級のレジェンドジョゼアルドを撃破し、ボルカノフスキーはランキング1位にランクインしました。そして2019年12月、王者マックス・ホロウェイとの USC フェザー級タイトルマッチにたどり着きました。マックス・ホロウェイは当時 MMA 戦績21勝4敗、USC フェザー級王座を3度防衛中、フェザー級14連勝中の絶対王者。2016年12月、それまで KO/TKO 負けを喫したことがなかった元 USC ライト級王者アンソニー・ペティスから TKO 勝ちで暫定王座を獲得。2017年6月の王座統一戦ではジョゼアルドから TKO 勝ちで USC フェザー級正規王者に輝くと、2017年12月のダイレクトリマッチでも TKO 勝ちで王座防衛。その後、当時14勝無敗のブライアン・オルテガ、元 USC ライト級王者フランク・エドが相手に防衛し、 USC フェザー級トップランカーを一掃している絶対王者でした。試合前、ボルカノフスキーは USC と契約した時から2019年に私はチャンピオンになる予定だと言っていた。来年にはパウンド・フォー・パウンドのリストに乗るだろう。私はトップクラスの選手になりたいから、マックスに勝ってベルトを数回防衛することを考えていて、その後は何の前触れもなく USC の歴史上最も偉大なフェザー級ファイターの一人になると話しました。試合は1ラウンドからローキックを的確に当て続け、常に手数で上回り判定勝ち。USC フェザー級14連勝中のフォロウェイの連勝をストップさせ、ボルカノフスキーは USC フェザー級新王者に輝きました。試合後、ボルカノフスキーは新フェザー級チャンピオンだ、最高だ、家族と離れて家には2人の子供がいる、全ては家族のため、マックス・ホロウェイには敬意しかないが今は私の時代だ、ホロウェイのフェザー級時代は今夜で終わりなんだと話しました。試
試合後 USC 代表デイナ・ホワイトは、ボルカノフスキーはマックス・ホロウェイと真っ向勝負して勝った。ものすごいことだ。再戦になると思う。と話しました。2020年7月、初の防衛戦としてマックス・ホロウェイとのダイレクトリマッチが決定。今度はボルカノフスキーが王者として挑戦者マックス・ホロウェイを迎え撃つこととなりました。ボルカノフスキーは USC はマックス以外の名前を僕に言ってこなかった。僕は公平にしたいと思っているけど、明らかなナンバーワンコンテンダーは見当たらなかった。そしてこの階級で一番のビッグファイトになる相手がマックスだった。前の試合で文句なしに勝っていたから再戦の必要はないとチームでは思っていた。でもさっきも言ったけどナンバーワンコンテンダーがいなかったからマックスと戦うんだと話しました。試合はホロウェイの打撃を被弾し、何度かぐらつかされる場面を見せるもパワフルな打撃とテイクダウンで盛り返し、スプリットの判定勝ち。ボルカノフスキーは王座の初防衛に成功しました。試合後ボルカノフスキーは、マックスはタフだ、ゲームもうまい、マックスには尊敬しかない、トップコンテンダーを追い求めるようなチャンピオンでいたい。この階級は試合を控えてるやつが多いから一人一人に注目している。一番のコンテンダーとやりたいと話しました。2021年9月、2度目の防衛戦としてランキング2位のブライアン・オルテガとのタイトルマッチが決定しました。ブライアン・オルテガは当時 MMA 戦績15勝1敗、名門グレイシー一族の下で柔術を学び、圧倒的な決めの強さと巧みなボクシングテクニックを併せ持つフィニッシュ率が非常に高いオールラウンダー。USC デビュー戦から6戦連続でフィニッシュ勝利し、2018年12月、マックス・ホロウェイとのタイトルマッチにたどり着くも、4ラウンド TKO 負けを喫し、タイトル獲得には失敗。その後膝の負傷から1年10ヶ月試合から遠ざかっておりましたが、2020年10月、当時ランキング4位のコリアンゾンビ、ジョン・チャンソンを相手にスタンドの攻防で終始優勢に立って判定勝ち。フェザー級王座への挑戦権を獲得し、再びタイトルマッチ挑戦までたどり着いております。またこの試合は USC 契約をかけたリアリティショー The Ultimate Fighter シーズン29にて、ボルカノフスキーとブライアン・オルテガがコーチ役として出演。シーズン終了後に行われるコーチ対決としての一戦でもありました。試合前ボルカノフスキーは、これまでも自分の仕事には自信を持っていたが、今は勝つだけでは満足できないほど別次元のものになっている。勝つのはいいことだし、みんないつも勝者のことを覚えているが、同時に楽しませることで人々の記憶に残ることになる。今は何かが違うんだ。アリーナを後にする人たちには、なんて良かったんだと言ってもらいたいし、感動してもらいたいと話しました。試合はスタンド、グラウンドともに終始優勢に立つも、3ラウンドにオルテガの必殺技であるギロチンと三角締めを決められるピンチを強引にしのぎ切り判定勝ち。2度目の王座防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得しました。USC の中でも強烈な決め力を持つオルテガのサブミッションを強引に脱出した場面を見せたこの試合は、ボルカノフスキーの生き物としての強さを改めて見せつけられた試合となりました。またこの試合は ESPN から2021年のファイト・オブ・ザ・イヤーに選出されております。試合後会見でボルカノフスキーは、あのギロチンはこれ以上ないくらい深かった。マジだったよ。変な声を出したのを覚えている。三角締めでも負ける寸前だった。ベルトを失うかと思った。だが逆境を乗り越えて常に準備を怠らず全力を尽くして決して諦めない姿勢を示すことができたと話しました。2022年4月、3度目の防衛戦としてランキング4位のコリアンゾンビ、ジョン・チャンソンとの対戦が決定しました。コリアンゾンビは当時 MMA 戦績17勝6敗、現在 USC 契約中のアジア男子で最も結果を残しており、打撃を受けても無表情で前に出続けてパンチを打ち続けることから通称コリアンゾンビと呼ばれております。2011年から USC で活躍しており、外れなしの試合ぶりと強さから9試合連続メインイベントに出場中。長年 UFC で活躍しているコリアンゾンビにとって今回 USC フェザー級タイトルマッチ2度目の挑戦となっておりました。試合はボルカノフスキーが終始圧倒、3ラウンド終盤にストップ寸前まで追い込み、4ラウンド序盤にワンツーの2連発で TKO 勝ち。3度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを獲得。上位ランカーと王者の圧倒的な実力差を見せつけました。2022年7月、ランキング1位のマックス・ホロウェイと3度目の対戦が決定しました。マックス・ホロウェイはボルカノフスキーに2連敗後、ランキング6位のカルビン・ケーターを USC 有効打撃数記録を塗り替える445発の有効打を当て、一方的な内容で判定勝ち。ランキング3位のヤイール・ロドリゲスと激しい打撃戦を繰り広げるも勝ち切り、正真正銘のナンバーワンコンテンダーであることを証明。ボルカノフスキーとの3度目の挑戦権を獲得しております。試合は過去2回の対戦より大きな実力差をつけ圧倒し、判定で完勝。ボルカノフスキーはホロウェイ相手に3連勝。マックス・ホロウェイとのライバル関係に終止符が打たれました。ちなみにボルカノフスキーは2ラウンドの時点で左手の親指を骨折していたにもかかわらず終始圧倒しておりました。
試合後インタビュアーに、もうフェザー級に相手がいない、ライト級に挑戦もと問われたボルカノフスキーは、まずはこの階級オクタゴンで戦い続けたい、ダブルチャンピオンを目指すのも悪くないと思うよと2階級制覇を示唆。試合後の会見では、ホロウェイとのライバル関係はちょっとした旅路だった、ベルトを取ったことや再戦したこと、それら全てが私のキャリアの一部であり、ストーリーを盛り上げてくれるものだ。ダブルチャンピオンの地位を手に入れたい。9ヶ月で3試合、そんなチャンピオンはそうそういないだろう。すぐに次のフェザー級ナンバーワンコンテンダーが決まって忙しくなるとは思えないから、もう一つの階級をやらせてほしいと話しました。USC で数々の記録を保持する元絶対王者マックス・ホロウェイに唾液で大きな差を見せつけ、グレイシー呪術黒帯で強烈な決めを持つオルテガのサブミッションをしのいだボルカノフスキー。USC フェザー級上位選手を一掃し、頭一つ抜けているボルカノフスキーは次なる目標として USC ライト級王座を試合に入れました。2022年8月、USC パウンド・フォー・パウンド1位の USC ベルター級王者カマル・ウスマンが王座陥落。2位だったボルカノフスキーが USC パウンド・フォー・パウンド1位に輝きました。2022年10月、イスラム・マカチェフが USC 新ライト級王座獲得後、セコンドのハビブ・ヌルマゴメドフと共に試合後のマイクでボルカノフスキーを指名。2023年2月、オーストラリア大会でぜひパウンド・フォー・パウンド1位をかけて戦おうと話し、握手を交わしました。そして2023年2月、USC ライト級タイトルマッチとして USC ライト級王者イスラム・マカチェフ対アレクサンダー・ボルカノフスキーのチャンプ対チャンプのビッグマッチが決定。 USC パウンド・フォー・パウンドランキング、ボルカノフスキーは1位、マカチェフは2位。 USC パウンド・フォー・パウンド1位決定戦が行われることとなりました。イスラム・マカチェフは当時 MMA 戦績23勝1敗、23勝のうち15勝がフィニッシュ勝利しているフィニッシャー。MMA 戦績29勝0敗で引退した USC ライト級のレジェンドハビブ・ヌルマゴメドフと幼馴染であり、幼少期からのトレーニングパートナーです。 USC10 連勝で王座挑戦権を獲得し、2022年10月 USC ライト級タイトルマッチとして元 USC ライト級王者で10連勝中のチャールズ・オリベイラと対戦。2ラウンドにブラジリアン柔術黒帯3段のオリベイラから肩固めでタップを奪い一本勝ち。かつて盟友ハビブ・ヌルマゴメドフが巻いていた USC ライト級のベルトを奪い返し、 USC ライト級王者に輝いておりました。試合前、ボルカノフスキーは、この試合が決まったおかげで以前より強くなれた、もっと強くならなければならない、テイクダウンのディフェンスを強化しなければならないと自分に言い聞かせながら階級を上げて増量しているうちに、突然以前の2倍の強さになった。俺にぶつかればレンガの壁のように感じるはずだ。俺は背が低い。でも顔を見ているとこいつは大きくないなって思えるんだ。直近 4,5 試合はオクタゴンの中にいると相手の顔がすぐに変わってしまう。突然サイズがどうでもよくなって、俺のフットワークが良くなって相手を当惑させる。そして相手を捕まえるとまた相手にとって問題が発生する。俺を捕まえようとすると小さなレンガの壁になって相手にとってさらに問題が発生する。その時対戦相手は、なんてこった、俺はどうなってしまったんだと思う。マカチェフもまさにそうなるだろうねと話しました。試合は一進一退の攻防を繰り広げ、5ラウンド終盤に右ストレートでダウンを奪い、パウンドで攻め続けるもテイクダウンとポジショニングでマカチェフが優位に立ち、判定負け。ボルカノフスキーはライト級王座獲得に失敗し、連勝は22でストップしました。敗れはしましたが、パウンド・フォー・パウンド1位と2位の世界最高レベルの攻防を見せ、5ラウンドになるにつれて強さを増したボルカノフスキーの底なしのスタミナと精神力には誰もが驚かされました。試合後の会見でボルカノフスキーは、もっとできることがあったはずだったから自分に厳しくするつもりだ。もっとやれることがあったはずだし、もっと早くから有利な展開に持ち込めたはずだ。マカチェフは強くないなって思う状況もあった。あの試合には俺が絶対に勝てるということが分かっただろう。絶対に再戦したい。あのライト級のベルトが欲しいんだと話しました。試合後バックステージでマカチェフとボルカノフスキーは再戦を約束。ボルカノフスキーは、今回はオーストラリアに来てくれたから次はアブダビでやろう。次は俺がブーイングされる番だと話しておりました。試合後 USC 代表デーナ・ホワイトは、世界中がどっちが勝ったかで議論しているね。それがスーパーファイトだ。ただセミファイナルで USC フェザー級暫定王者を争って戦ったヤイールはとても優れていた。今度はヤイール対ボルカノフスキーだ。マカチェフ対誰かを行わせてその後でリマッチだと話しました。USC284 のセミファイナルでは USC フェザー級暫定王座決定戦として2位ヤイール・ロドリゲス対5位ジョシュ・エメットが対戦。ヤイール・ロドリゲスが三角締めで2ラウンド一本勝ちで USC フェザー級暫定王座に輝いておりました。
ボルカノスキーは試合後、ロドリゲスとの王座統一戦について問われ、とっととやっちまおうぜとコメント。2023年7月9日の USC292 で、ボルカノスキー対ロドリゲスの USC フェザー級統一王座決定戦が行われると海外メディアが報じております。また試合後、パウンド・フォー・パウンド1位は敗れたにもかかわらず、ボルカノスキーが1位をキープ。USC パウンド・フォー・パウンドはメディア投票で決められるランキングのため、ボルカノフスキーがマカチェフ相手に見せたパフォーマンスで評価はさらに上がったことを受けての結果だと思われます。しかし2023年3月、USC 史上最高の天才ジョン・ジョーンズが復帰し、USC ヘビー級王座を獲得して USC2 階級制覇を達成。その最強ぶりと過去の実績からジョン・ジョーンズがパウンド・フォー・パウンド1位に輝き、現在ボルカノフスキーはパウンド・フォー・パウンド2位に陥落。しかし USC ライト級王者のマカチェフを最も追い詰め USC フェザー級王座を4度防衛しているボルカノフスキー。 USC2 階級制覇達成と今後も USC フェザー級長期政権を達成し、再度 USC パウンド・フォー・パウンド1位を目指します。ボルカノフスキーは、俺は運動能力に恵まれた人間ではない、身長に問題がある、体格はがっちりしているが他にも色々と問題がある、でもハードワークして努力したから今の地位を得ることができたし、誰もが自分の望むことを実現することができるという見本だ。努力したからこそ今の自分がある。才能があるだけではプロとは言えない。俺の人生はずっとアンダードッグだった。誰も俺がやっていることを予想していなかっただろうと話しておりました。以上です。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。